なな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 ドロップスドロップス、エマのパワーチャージチャンネル。こんにちは、エマです。さて、今日もミネラルウォーターのオタク話は置いといて宇宙的なスピ的なお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。犬くしです。はい。毎回お伝えしてますが、採用するか採用しないか、このお話を聞いて採用しようと思ったら、ピンときたら採用してみてくださいね。はい。自分で何事も自分で決めていく、自分で採用するかしないか決めるっていうのが大事になってきます。はい。自分で選択するよ、未来は自分で決めるよって、はい、その意思が幸せになる第一歩です。はい。なので、今何言ってんのって思ったらもうスルーしてください。さて、今日のテーマはですね、すべての出来事は幸せにつながってるっていうことです。はい。もうなんかこれ言ったらもうほぼ終わりなんですけどそうそう、例えば嫌なことがあったりすると落ち込んだりとかイライラしたりとかね、しますよね。なんでうまくいかないんだろうとか、はい、でも結局それは、宇宙さんが嫌がらせをしているとかそういうことではなくて、自分の中の自分の中にそういうエネルギーがあるよ、ネガティブなエネルギーがあるよって教えてくれたりとか、出来事、目に見える出来事は全部自分の心の中の映し出しなんで、だからそれを手放したらいいよっていう時もあるし、あとはその道じゃないよっていう時もありますね。宇宙さんからのサインで、その道じゃないよっていう時2回言っちゃった。なんかそうですね。だから結局その時にすごく辛くて耐えられないみたいな出来事とかも後々あれがあったから今こうなってるなっていうことって結構ないですか？はい。今もありましたよ。なんか長年に勤めていて、で一回辞めたんですよ、事情があって。でもう一回ちょっと数年後に勤務させてもらいたくて何回もお願いしたんですよね。でなんかその周りのみんなはもうウェルカムしてくれて、戻ってきてくださいよみたいな必要としてくれてる感じがあったんです。でも私も戻りたくて、周りも必要としてくれて戻れそうじゃないですか、普通に考えたら。でも戻れなかったんですよ。なんかとか私あんまり具体的に言えないけど、なんかいろんな要因で戻れなくて、で私はなんで戻れないんだろうって逆に不思議だったんですよね。なんかうまく進めべき道だったらトントンと行くはずなのにって思って、あれ私この道じゃないのかなともちょっと思ったけど、その時はもう戻りたくてしょうがなかったので、頑張ってたんですけど結局戻れなかった。はい。でももしそこで戻ってたら今のこの道にはつながってないし、今の私もいなくてやっぱりあの時戻れなかったのはそっちじゃないよっていうサインだったんだなっていうふうに思ったりします。そうですね。あとは他の他の動画でも話したけど、あれ
前の回で「ありがとう」が魔法の言葉だよっていう回で話したんですけど、ものすごい嫌な上司がいて合わない上司がいて、でその時にありがとうって繰り返しこう感謝していたら、その上司が異動になったっていう話があったんですけど、でもその時のそのストレス感じてることとかによって、私は別のことがしたいんだってことが分かったんですよ。毎日もう会社に行くのがしんどくて、本当にこう鬱に近いような心持ちで出勤する。今日はあの人がいるとかいない日はラッキーみたいなすいませんはいそんなんで、ちょっとこううつうつとした日々を過ごしてた時期があったんですけど、結局その時に気づいたんですよね。私がやりたいことってこの仕事じゃないってことに。で、その上司も異動にはなったんですけど、その後に私もこう辞める決意をして辞めたっていう経緯がありました。だからその時嫌な思いをしたことによって自分のこう行くべき道が分かったっていうねとか言って、なんでその一つ一つの出来事にもやっぱり意味があるから、いいことはいいこと、嬉しいことは嬉しいことでわーいって受け取ればいいんですけど嫌なことにもちゃんと意味がある、ってことなんです。なんで結局その嫌なことも自分がこう幸せになるために起きている出来事なんですよ。全部そうなんです。というお話です。なんで皆さんがもし今何かちょっと辛い出来事とか嫌な出来事に直面していたら、その出来事には必ず意味があるんですよ。なので、ただこう辛い辛いってなるより、これが起きている出来事、何の意味なんだろう、自分に何を教えてくれてるんだろうっていう視点を持つと少し客観的になれますよね。でその意味が分かると、こういうことだったんだって分かると、その出来事は自然に解決していきます。これも不思議なんですけど、なので、辛いことも全て幸せな出来事につながっているので、今辛い思いを何か抱えている皆さんもその意味をちょっと考えてみてくださいね。大丈夫です。きっと一番いい風になります。みんな幸せになりますんで頑張ろう。バイディーン。いかがだったでしょうか。全ての出来事は幸せにつながってますんで、みんな安心してねではこのチャンネルではこれからもこういう、日常に実践していける、日常に生かしていけるようなスピの活用法をお届けしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。あと高評価とか友達にもシェアしてもらえると嬉しいです恥ずかしいんですよね、こういうのよろしくお願いします。じゃありがとうございました。アンニョン。Went from so lonely to falling asleep in your arms.
fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars